皆さんこんにちは。日本人が日本語で話す日本語の勉強がしたい人のためのポッドキャスト、日本語ジムへようこそ。はい、ということで、今回は、自分がおすすめする日本のアニメをいくつか紹介していけたらなと思っています。で、今声を聞いていただいたら分かると思うんですけど、1日2日前ぐらいまでずっと風邪をひいていて寝込んでいたので、なんかずっと喋ってると喉がつっかえる感じがするので、声がね少し聞こえづらいかもしれないんですけど、そこは優しい目で見ていただけたらと思います。ということで早速、自分がおすすめするアニメを紹介していきたいと思います。まず最初は、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないっていうアニメです。これもね、なんかジャンプとかネットフリックスとかそういうアニメ見てる方意外と知らないかもしれないんですけど、今回紹介するのはなんかワンピースとかヒロアカとかそういうメジャーなアニメじゃなくて、メジャーなアニメを紹介しないつもりはないんですけど、なんて言うんだろうな、まあ本当に、アニメ好きが好きなアニメというか、あ別にそういうつもりもないですね。普通にやっぱ自分の好きなアニメを紹介しているんですけど、このアニメどういうアニメかっていうと、まずネットフリックスで見れます。で、全部で11話あって20分ぐらいで見れるので、もう1日暇な日があれば、一気に見ることができるっていうアニメです。で、その11話の中でもう短いんですけど、でも短くてすごく濃いアニメになってて、なんか6人ぐらいの仲良し組がいるんですけど、この6人組が小学生の頃に1人女の子が事故で亡くなっちゃったんですね。で、その亡くなっちゃった女の子がある日高校生になった、主人公の男の子の元へ訪れて、私を成仏してくれっていうお話ですね。で、それを成仏するにあたって、小学生の時仲良かった6人組が壊れかけた友情を取り戻すだったり、あとは人間としての成長と、あとは、一番の醍醐味は涙なしでは見られない感動の結末が待っているので、とてもいいアニメだと思います。で、何より音楽もいいですし、あと舞台が埼玉県の秩父市っていうところで、僕の、幼少期過ごしたところが秩父市なんですよ。なんでおすすめしたっていうところもあるんですけど、うん、何より本当に涙が出るぐらい泣けるアニメになってますし、あとはヒロインの人も、可愛いキャラ出てますし、かっこいいキャラも出てる。あとはやっぱり高校生とか小学生が出てくるんで、過去回想でとかこの人たちが小学生の頃とか出てくるんで、日本語もそんなに難しい日本語出ないので、やっぱり勉強するっていう観点から見てもめちゃくちゃいいアニメになってます。あと聖地巡礼もしやすいですしね、もう舞台がアニメに出てくる背景とかが全部秩父市の背景なんで、もしファンとかになったら日本旅行来て埼玉県の秩父市行ってみたら聖地巡礼もできるんで、めちゃくちゃおすすめです。はい、次は俺物語です。これどういう物語かっていうと、まずこれは恋愛系のアニメですね。で、主人公はもうごっつい本当に筋骨隆々の眉毛激太柔道男子みたいな、本当にでっかいごっつい男が主人公で、高校生なんですけど、あとは本当に美少女が、恋をするっていう物語で、この主人公竹雄っていうんですけど、竹雄のもう男らしさ、異性にはモテないけど同性からものすごい支持を得られる男らしさっていうのが見どころですし、
あとはそれに惚れる美少女のとの駆け引きといいますか、恋愛ベタな竹雄と恋愛ベタな美少女が、どういう風にして恋人になっていくのかっていう、そこのね、じれったいところだったり他にはない、面白さが見れる作品になってます。これもネットフリックスで見れて、全部で24話あります。でさっきのもそうなんですけど、これ全部実写化もしてるんで、いろいろ見る手段はあるので見てみてください。あとは、めちゃくちゃイケメンなキャラも出てきますし、笑える場面も多い。本当に僕なんかはもう2回ぐらい見てて、3回目は寝ながら眠れない時にラジオ感覚で聞き流すっていう感じの見方もしてるっていう、もうそんぐらい面白いアニメになってます。で最後は無色転生っていうアニメですね。これはタイトルからも分かる通り無職のニートっていうんですけど、30歳34歳ぐらいのニートがある日突然交通事故に遭って、亡くなっちゃうんですけど、目を覚ましたら、そこは異世界だったっていう話で、0歳からまた異世界生活が始まるんですけど、0歳からその前世の30歳の記憶があるんで、いろいろなんか小学生小さい頃からあれやってけばよかったとか、英語勉強しとけばよかったとかあるじゃないですか。そういうのがもう30歳の0歳なのに30歳の思考回路してるんで、そういうのがもう0歳の時からやっていくんですね。なんで主人公最強系アニメでもありますし、めちゃくちゃ可愛いキャラクターもいっぱい出てきて、とてもいいアニメになってます。で面白いのもそうなんですけど、何よりなんていうんか、なんか構成とかがエモいんですよ。エモいっていうのはなんだろうな、ノスタルジーというか、なんかジブリみたいな雰囲気もあるし、ちゃんと異世界アニメの雰囲気もあるし、キャラクターも魅力あるし、バトルシーンが好きな人はバトルシーンもあるしっていう。で戦い方は魔法なんですけど、そのね、主人公は0歳から魔法の訓練をするんで、ちょっとネタバレになるんですけど、やっぱり魔法をめちゃくちゃ使えるんですよ。魔法の量も多いですし、で前世はニートだったんで30歳まで、そこのいろいろ葛藤があったりとか、そういう人間ドラマも見れるアニメになってます。でこれはね結構長くて、全部で2シーズンだったかな。でまだ完結してなくて、小説とかだったらもう完結してるんですけど、アニメだとこれもまたネットフリックスで見れるんですけど、まだシーズン2までしかやってないので、まだ間に合いますっていうところで最後紹介しておきました。はい、ということで、今紹介した3つのアニメなんですけど、実はこれは直近の1ヶ月ぐらいで全部見たやつで、面白かったので、こうやって紹介させていただきました。皆さんよかったらこのアニメ見て、もっと日本を好きになって、もっと日本語を上達していただければと思います。ということで、今日もたくさんアニメ知って頭パンプアップしたと思うので、今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。